Hola chicos, chicas, somos una pareja japonesa viviendo en México. Este video es un video que presenta la impresión de Hayato Jirara, que se rumorea que es el más lujoso del mundo en Japón. 普通か天国はどっちでしょうか。それじゃあvamos。今回私たちは新婚旅行としてこのホテルに行きました。コロナだったりメキシコ移住でハネムーンにまだ行けてなかったんですね。なので結婚2年目にしてようやく行くことができました。もうね、めっちゃ嬉しい。みんな祝福して。なのでホテルも普段は泊まれないような超豪華なハイアットジラーラってところを選んでみました。なんでもこのホテルは世界屈指の贅沢ができるホテルらしい。それがね、本当なのかどうか実際に宿泊してレポっちゃおうっていうのが今回の動画の趣旨ですね。そしてここはオールインクルーシブホテル。以前の動画で解説しているので詳しい説明は省きますが、要はどれだけ食べてもどれだけ飲んでもどれだけ遊んでも追加料金はかからないってこと。これは確かに贅沢ができそうじゃないですか。てかこの内玄関見てよ。開始早々豪華さでお腹いっぱいになりそうじゃない？宮殿のような雰囲気でこの時点で2人の期待はかなり高まっています。こういうね、石柱が大好きなんよね。共感してくれる人結構いるんじゃないかな。そんで天井のステンドグラスが綺麗なの。このホテル自慢のステンドグラスみたいよこれ。そんでロビーはこんな感じで広々としてましたね。ここでビリヤードができたりショーパフォーマンスが見れたりします。ロビー内を少し進むとロビーバーがあって、そこでお酒を頼んだりできます。そしてそのままショーパフォーマンスを見ると、みんなそういう流れで楽しんでましたね。このホテルにはバーがいくつかあって、テキーラ専門のバーもあったりしました。レアなね、テキーラが多数置いてあった。私はテキーラが大好きなんですよ。雰囲気もいいし、この場所は結構気に入ってましたね。あと個人的にめっちゃ嬉しかったのがカフェ。コーヒーはもちろんのこと、アイス、ケーキ、パン、クッキーなどのスイーツも食べ放題。甘いもの好きの私にとっては天国でしたね。しかもね、クオリティが高いの。普通なんか丸々放題ってクオリティはまあちょっと低くなるじゃんね。けどこのカフェはコーヒーもスイーツもかなりハイクオリティだった。特にね、アイスがね、高級アイスによくあるもっちもち食感でフルーツの香りも楽しめる美味しいアイスだったね。食べまくってやろうと思ったけど、さすがにここまで来てお腹壊すのはシャレならんからやめときました。あと私たちは参加してないけどパーティーみたいなことしてましたね。なんだろうあれ。知ってる人いたらぜひコメントで教えてください。カンクンのホテルゾーンにあるホテルのほとんどはプライベートプールとビーチを持っています。このハイアットジラーラホテルのプールはその中でも結構豪華みたい。その噂通りかなり綺麗で、私たち2人ともここでもさらにテンション爆上げでした。めっちゃ綺麗じゃない？これはテンション上がらない方がおかしい気がする。天国って感じだよね。みんなここではいろんな過ごし方をしていましたね。ビーチや海を眺めてまったりする人、プールで遊ぶ人、プールで仕事する人、いろんな人がこのプライベートな空間を楽しんでいました。個人的にはこのプールで仕事してる人を見た時にかっけーってなっちゃいましたね。いつかここで仕事することを目標にいろいろと頑張りたいなと思っています。ビーチバレー？プールバレー？どっちかわかんないけどしてる人もいて、全てがキラキラして見えましたね。プール側から見るホテルの豪華なこと、やっぱこの石柱たまらんわ。そしてプールに入りながらお酒を楽しめるバーを発見。なんというかここは何でもありだね。私たちもメキシカンカクテルを飲みながらプールに入ってビーチを眺めてました。ビーチはこんな感じ。砂浜も真っ白、テントのような場所もあってなんだかおしゃれ。やっぱ綺麗だよね。最高に映えるビーチでしたね。しかし残念ながら私たちが宿泊していた時は波がねちょっと強くて海には入れませんでした。また別の動画でカンクンの海について紹介している動画が上がってますので、興味のある方はぜひそちらをご覧ください。そして今回私たちはハネムーン、この素敵な瞬間を写真に収めたいということで、ここでウェディングフォトを撮影しました。今回は衣装から撮影まで全て自分たちの力でやってみました。このプールやビーチは基本的にはホテル宿泊者のみ開放されているエリアとなるので、安全で人も限定的なので気楽に撮影ができるし、素敵な撮影スポットもたくさんあるので、ウェディングフォトを自分たちで撮影するにはぴったりの場所だと思います。そして今回撮影したウェディングフォトがこちら。めっちゃ良くない？素人の僕たちでも場所のおかげでかなりいい写真が撮れました。さすがにプロの人と比べると見劣りするかもですが、こうやって自分たちで考えて撮影したことは
それ自体がねやっぱ楽しくてすごく貴重な思い出になりました。あとね、周りにいた人たちがめっちゃ祝福してくれた。可愛い、美しい、おめでとうってたくさん言ってくれて、とてもほっこりした瞬間でしたね。ウェディングフォトを撮影していた瞬間はまさに私たちが主役でした。自分たちで頑張ってウェディングフォトを撮影して本当に良かったなと思いましたね。めっちゃ楽しかった。ぜひね、カンクンにハネムーンで来られる夫婦の方たちはプロの方に依頼するのもいいですが、自分たちで撮影してみるのも面白いですよ。そして次、お待ちかねのお部屋とオーシャンビュー。これだけ豪華なホテルならお部屋も期待できそうですよね。なんでも全室オーシャンビュー&ジャグジー付きなんだって。お部屋はこんな感じで大きなベッドに、そしてジャグジー、そしてオーシャンビュー。めっちゃ綺麗じゃない？本当に最高の景色でしたね。ベランダの雰囲気も私の大好きな石柱があるし、とってもおしゃれですよね。このオーシャンビューはね、マジでずっと見てられます。夜景はこんな感じでプールがライトアップされててロマンチック。昼間も夜も最高の眺めを堪能できる素晴らしいホテルで感動しました。やっぱりね、海のリゾートホテルに期待するものってこのような綺麗なオーシャンビューですよね。お気づきの方もいると思いますが、今回私たちはハネムーンプランということでお部屋がかなり豪華に装飾されていました。バラの装飾でベッドやジャグジーが豪華に飾られてますよね。そして2羽の白鳥もありました。これね、最初なかったんだけど、ディナーを終えた後に部屋に戻るとね、こんな素敵な白鳥を飾ってくれるね、素敵な演出をしてくれましたね。2人とも嬉しすぎてね、悲鳴を上げてましたね。他にもシャンパンやチョコレート、ケーキなど、こんなにねもらっていいのってくらいねサプライズをたくさんしてくれました。そしてちなみにシャンパンはね、次の日にいただきました。朝風呂をしながら最高の景色をつまみに飲ませていただきましたよ。本当にね、ホテルの方たちありがとう。たくさん祝福してもらえて、私たち夫婦はとっても嬉しかったです。もうね、ハネムーン先に迷っている人はマジでこのホテルおすすめ。最後は料理。カンクンのオールインクルーシブ料理のクオリティは世界でもトップクラスと言われています。ということもあってね、ホテルに到着してすぐにお昼ご飯を食べに行きました。先ほど紹介したプールの中にあるバーの上に海を一望できるレストランがあったんです。やっぱね、海を見ながら食べる料理は最高だよね。このレストランは海も含めて抜群にね、店内の雰囲気が良かった。けど気のせいかな、ちょっとね、店員さんの態度が少し悪いような。しかも料理がめっちゃ出てくるの遅い上に、全部の料理がちょっとね冷めてカチコチになってましたね。期待していただけに正直ね、かなり残念な気分になってしまいました。けど他の YouTuber さんの動画見てるとそんなことはないっぽいから、たまたま私たちが運が悪い日に当たってしまったのかなって感じですね。海外のホテルは割とこういうこともあるので、そこはあまり気にせずに行きましょう。私たちもね、いろんな経験をしてきましたので、これぐらいは慣れっこです。けどね、やっぱこの店内から見える景色はね、最高に綺麗だった。そんで夜ご飯はね、なんと2回行きました。というのもね、美味しい鉄板焼きの予約が22時からしか空いてなくて、でね、22時まで何も食わずに待つのはさすがにお腹が空きすぎるということで、夜ご飯をね2回に分けました。オールインクルーシブだからこそできるプレイですね。1回目はね、なんとアジアン料理でした。なんでメキシコに来てアジアンなのってツッコミが聞こえてきそうですが、このアジアン料理の寿司がね、最高にうまいと聞いてやってきてしまいましたね。だってさ、海のリゾート地ならさ、お寿司とか絶対美味しそうじゃん。その考え通りね、最高に美味しかった。他にもね、アジアンな見た目のカレーとかもね、めっちゃ美味しかったよ。そして夕食2食目の本命の鉄板焼き、それはどこにあるかというと、アジアンレストランでした。そうですよね。ということで、カンクンの夜は2食中2食アジアンフードでしたね。どれだけメキシコにいてもやっぱ血は日本人なのよね。そんなことはよくて、この鉄板焼きが最高なんよ。目の前で調理してくれる彼は今回人前に立って調理するのが初めてらしい。初めて人前に立つ時って緊張するよなとか思いながら見守っていると、みんなもね、子供を見守るような親のような眼差しで見ていたので、なんだかほっこりしました。けどね、料理の味はね、ちゃんとね、すごく美味しかった。まず出てきたのは焼き飯、いわゆるチャーハンですね。メキシコではチャーハンのことを焼き飯と呼んでます。そして野菜とでっかいお肉のステーキ。このお肉が最高すぎたんよ。1枚で 2.5 人前くらいあるかのような肉が1人1枚もあって、マジでビビったね。これぞメキシカンサイズってことで、私たちもこのお肉を1人1枚食べることになったんですが、先ほど私たちはこれが夜ご飯2回目と言いましたよね。
1回目は19時頃、2回目もあるし、少なめにしようと思ったんですけど、あまりにもお寿司が美味しすぎてお寿司で胃袋がいっぱいになっちゃいました。2回目は10時頃、今回ですね、お寿司が胃の中にたくさん残りつつ、鉄板焼きだし少ないやろってことでちょっとね軽く考えてました。そんで出てきたのが、食べ盛りの高校生でも食うの難しいだろうっていうお肉の塊。お腹きつかったね。でもね、お肉めっちゃ美味しかった。メキシコの肉ってマジでうまいから、ほんとね、食べてみてほしい。味付けも日本人好みのね、味付けになってて、口と胃袋が幸せでしたね。もうね、この動画見てるとね、また食べたくなるでいかんね。動画編集中ずっとお腹空いてました。なんとか無事食べきったのはいいんですが、その後のね、胃袋の悲鳴がすごかった。嬉しい悲鳴なのか辛い悲鳴なのか。ハイエットジェラーラはね、他にもハイクオリティのねレストランがたくさんあるので、それはまたいつか紹介します。ということで、動画の最後の最後に、これからカンクンへの旅行を考えている方へのお得な情報をお伝えします。カンクンに限らず、海外のホテルを探す際、エクスペリアやブッキングドットコムなどのオンライン旅行代理店で予約をしたりしますよね。僕たちもこの2つはめっちゃお世話になっている素晴らしいサービスです。しかし、カンクンに限って私は現地の旅行会社で予約することをお勧めします。私たちは今回 CRS ジャパン様というカンクンの旅行会社でホテルの手配をお願いしておりました。現地の旅行会社といっても、スタッフは日本人の方で、語学が苦手な方でも大丈夫です。オンライン旅行代理店と違って、何かわからないことがあっても親身に日本語で対応していただけるので、ホテルを利用する私たちにとって非常に心強い存在になります。しかもホテルと直契約ということで、私たちはオンライン旅行代理店よりもお値打ちに宿泊することができました。これがね、やっぱ嬉しいですよね。CRS ジャパン様はカンクンで最も長い経験を持つ歴史ある会社で、オーダーメイドの旅行だったり他にも様々なプランを提案してくれてます。興味がある方やこれからカンクンへの旅行を考えている方は必ずチェックしてみてくださいね。概要欄にホームページとインスタのリンクを載せておきます。ぜひ見てください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見てくれてグラシアス。それではアディオス。